オタク FM アニメ&チル。アニメオベイミー強欲クズ次男アモン役の小林弘隆です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや現在配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。ということで今回の放送はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。はい、よろしくお願いします。ガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも。ようこそ。ありがとうございます。呼んでいただきまして、ということなんですけれども、はい、加田さん、はい、ついに店名がそうですね。降りてきましてですね。素晴らしい。はい、私が今回 MC としてですね、はい、加田さんを引っ張っていこうということで、はい、頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小林さん、一つだけいいですか？僕の方バーって向くからマイクがバーって外れてると思うんで、マイクのできるだけ向いて喋る方がいいと思います。はい、じゃあこの感じで前を向いて喋りたいと思います。よろしくお願いします。はい。さて、今回のラジオはアニメオベイミーの第8話犬の名はのアフレコ終了後に収録しています。はい、この番組をお聞きの留学生の皆さんはもうご覧になっていただけましたでしょうか？いただけましたでしょうか？本当に。はい、収録を終えましたということなんですけれども、この犬の名はというまずタイトルからちょっと触れていきたいなと思うんですけども。タイトルすごいですね。はい、どうですかこの犬の名はというそうですね。についてはなんか某大ヒットアニメ映画を彷彿とさせるような感じなんですけども、中身もその映画がテーマになっていた入れ替わりというか、そういうものがテーマになってましたよね。はい、すごかったですね。いや、そう、特にコバさんはそうやったんじゃないですか？僕そうですね、割とハイテンションな感じでやらせていただいたんですけども、やっぱりこのハイテンションっていうのも前回やっぱラジオじゃないですけれども、加田くんと一緒にパッション、テンション、エネルギッシュを覚えてる。はい、ちゃんと覚えてます。はい、元気やな。ありがとうございます。めちゃくちゃ元気やな。はい、それが本当に生きた回じゃないかなと思って、これをいただいたお話ね、第8話いただいた時に加田くん来たよって僕心の中で思いました。お話をいただいたって、台本をいただいた時に、台本いただいた時に加田くん来たよって、来たよと。そう、犬の姿でしたけどね。犬の姿で犬の姿でハイテンションっていうことで、マモン犬っていう感じでねやらせていただいたんですけども、兄弟たちの心をね、犬マモンがね、どうこう心を掴んでいくのか、兄弟たちのね、そこの辺もちょっと見どころの一つじゃないかなと思ってますけども。収録で大変やったこととかって何かありますか？収録で大変やったことですか？そうですね、僕セリフ数はあまり多くなかったので、今回はね、だから僕としてはコバさん大変そうやなって思いながら本当その辺はそのあたりはですね、非常に他の役者さんたちにちょっとご迷惑をおかけしたなと思っておりますが、みんなね、そのコバさん頑張れっていう気持ちで座ってましたけど、応援はしていただいてたんですかね？そうですね、それはそうですよ。だって一人頑張ってたからね。ごめんねって思いながら噛み締めながらやって演技させていただきましたけども、そうですね、そういった感じで第8話犬の名はということなんですけれども、楽しめる内容にはねなってると思いますよね、加田さんね。そうですね、もうぜひ皆さんに見ていただきたいと思うんですけど、コバさん、持つかその感じ、この感じで。これオープニングだよね。まだオープニングで今からやっていくぞっていう感じやねんけど、そうやっていくぞって感じよ。僕の中でそのエネルギーの使い方してたら、中盤でもガス欠になりそうな気がしてるんやけど、気のせいかな？テンションが持たない？持たないんじゃないかな。だいぶ来てるかなって。そう、だいぶ来てる。そうね、コバさん、戻ろうか。そうね。その方がしっくりくるね。いや、皆さんも新鮮やったとは思うんですけども、いや頑張ったんだけどね。いや、すごい、それはすごい伝わってるし、めちゃくちゃ僕新鮮でゲスト側でおんの楽しかったけど、頑張ってる硬さっていうのがこっちもそわそわしてきて、そわそわしてきて、そわそわしてる。普段のオタク FM の形に戻したいと思いますので。いや本当に。いやでもね、貴重な経験を本当に加田さんに与えていただいたんで。いや僕に言ったら店名が降りてきた。店名が降りてきたので本当にありがとうございます。ちょっと面白かったですね。いや、楽しかったです。今後もそういうのがあってもいいかもしれないですね。ぜひぜひ機会をください。機会をくださいって訴えかけてますので、僕にください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしていてください。もしかしたら来るかもしれないんでね。よろしくお願いします。じゃあコバさん始めていきますか。お願いします。
番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チル改めてスタートです。レッツゴー。Tell me。 はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通オタを紹介していくコーナーです。それではコバさん早速紹介していきましょう。はい、お任せください。はい、ラジオネーム、はい、ももさんからの質問です。はい、自分のキャラのお気に入りのカードを教えてください。おー、なるほど。海外の方からの質問ですね。そうですね、海外の方からありがとうございます。はい、自分のキャラのお気に入りのカード。そうですね。コバさんどうですか？僕はドライブマモンが、そうですね、ドライブをしているカードがあるんですけど、そのカードが好きなんですよ。ほう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 。アニメスキル。そうです、アニメスキルのカードで、なぜかっていうと、なんか隣に運転席でマモン運転してるじゃないですか。で助手席に誰が乗ってるのかっていうのを僕非常に気になってたんですよ。であれ確かレビアタンもね、もう確か同じ UR プラスでありましたよ。そうですよね。でアニメのね動いてる姿見ててカードの、もしかしてこれ隣レビアタンじゃないのかなと思ってなるほどなるほど。なんかそれがすごく微笑ましいなと思って、今の僕の一番お気に入りのカードです。はい。僕はあれですね、初めてレビの UR をゲットしたのがあれやったんですよ。クリスマスのやつ。去年の可愛いやつ。開花しても可愛いし。可愛かったね。あれはね、未だにお気に入りのカードですよね。僕一番多分カードの中でレベルが高い。未だに。なんかほっぺたをポッとさせてね。あれめちゃくちゃ可愛いでしょ。ね、照れてるレビアタン可愛いかったですね。僕ツイッターにあれゲットした時の喜びの様子を動画で上げたような気がします。上がってた上がってた。それとあと子供になったレビのカード。あれもめちゃくちゃ可愛かったんで、あの2つが今自分の自キャラのカードのお気に入りやったらそれかなって感じですよね。はい。まあ皆さんねそれぞれお気に入りがあると思うんですけども。そうですね。はい。続いてじゃあ僕が紹介しますね。はい、お願いします。ラジオネーム GP03 って読み方であってるのが多分そうやな。GP03 わしのさんからいただきました。はい。加田さん、コバさん、こんにちは。アニメラジオ毎回楽しく拝見&拝聴しています。ところで私はレビのもうというセリフが加田さんの言い方も含めて大好きなのですが、アニメやゲーム内などで言ったセリフで好きなセリフはありますかという質問をいただきました。コバさんどうですか？僕はやっぱり気安く触んなガルルのところがガルルが結構好きですね。わかるわかる、好きよ俺もそこ。マジかじゃないん。マジか。確かにもうマジかってよく言うね。印象的なセリフであるけど。あとなんかお金ちゃんお金ちゃんって歌うところがあるんですけど、あれとかも好きだし。まあ一つには絞りきれないかもしれないですよね。いろんなセリフがあって。加田さんは？僕ですか？僕ねゲーム内でザマーっていうやつがあるんですけど、あれいっちゃん好きです。あれはおーってやつ。なんやねん。おーでかぶせてくるな。どっちか分からへん。生おー聞けた。言うてくれたらいつでも言うよ。そんな貴重なおーじゃないよ。俺の中で。コバさんそんな遠慮せんでも。ずっと聞きたかったんです。ずっと聞きたかった生おー。はい。おーが聞きたい。個人的にはそれって感じやねんけど。もっといろんなセリフあったけど。そうですか。それがお気に入りですか？お気に入りですね。なるほど。そう。もう一ついきますか？もう一ついきましょう。ラジオネームボンジュラコさん。はい。はい。からの質問です。はい、ありがとうございます。加田さん、小林さんに質問です。はい。オベイミーのキャストに選ばれてから何かいいことがあったり、また生活が変わったなどありましたか？ぜひ教えていただければ嬉しいです。いつもアニメもオタク FM も楽しく拝聴させていただいておりますということでございます。はい。なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかありました？変わったことは。変わったことってもう180度変わったかなって感じがする。180度分度器で言ったら反対側やな。そう反対側。そうか。そんな分度器で言う必要もないし、今手元に分度器ないから。何や分度器で言うたらって。わかりやすいかなと思って。正反対になったかなっていう。そう正反対になった。なんかだってこんなに長いこと携わる仕事ってなかなかない
じゃないですか。それが皆さんに注目していただけるっていうのは本当になかったんで、だから今すごく僕は充実してる。それまでもすごい充実してたけど、方向性が違う充実の仕方やったから、だから僕やったら舞台とかそういった意味で充実してたけど、違う世界を充実させてくれてるから。そうだね、声優としてのそうだからそういった意味では充実度合いが広がっていったんで、だからすごいいいことがやったかな、変わったかなって思いますよ。コバさんはどうです？やっぱり僕もいいことばっかしだし、僕ねそのツイッターで、毎日おはようございますっていうのを欠かさずツイートするようにしてるんですよ。でやっぱりその今まではなかったんですけども、そのおはようございますっていうことに対しておはようございますって返していただける、なんかそれで本当に朝から頑張ろうっていう気持ちになれるさせていただいてるんですよ。だからすごい元気をもらってますし、この仕事しててよかったなって日々感謝しておりますね。本当にそう毎日笑顔に楽しく過ごさせていただいております。はい、ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。終わんの？なんかいつ紹介しても終わりの空気流れてるけど、そんなことないよね。そんなことはない。はい、ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットでTELLME です。以上テルミーでした。カズミン。はい、こちらは留学生の皆さんにかかると地味に嫌な呪いを考えて投稿してもらうコーナーです。それではコバさん紹介していきますか？かしこまりました。たくさん送ってくださってます。はい、ありがとうございます。お願いします。早速いきます。ラジオネームモメラスさんからの質問です。質問？地味に嫌な呪いです。いくら干しても靴下だけ乾ききらない呪い。嫌やな。地味やけど確かにそう生活にやっぱ密着してるものじゃないですか、靴下って。そうね。そう毎日履くものなんでやっぱこれはちょっと地味に嫌だなと思って選びました。しかも俺着替える時に靴下って多分最後に履くのよ。じゃあもうそれでダメだってなったら時間ロスしちゃう。めちゃくちゃ嫌多分だって着替えてさあ出かけるぞ靴下履くぞってなった時にそれだけ生乾きなんやろ。そう嫌やわ。じゃあこれ地味じゃなくてめっちゃ嫌って個人的にはなかなか嫌ななかなか嫌でも靴下だけっていうところはちょっと地味やんね。そうだね、地味な呪いかなっていう感じはするけど、全身じゃないっていうところがね、ですね。はい、じゃあ続いて僕紹介しますか。ラジオネームまちさんからいただいた投稿です。映画上映開始5分でトイレに行きたくなる呪い。2時間作品だったらめっちゃきついです。過去経験済みという呪いですね。これは辛いな。そうですね、僕もめちゃくちゃ辛いな。ありますよ経験。そうそう2時間の。それどうする？我慢する？そうでもね映画じゃなくても僕結構我慢します。俺行くわ映画でも。今ももしかしたら我慢してるかもしれん。行く？いや大丈夫。行く？大丈夫。我慢してる？我慢してるかもしれない。別にこれ収録やから。ちょっと待って、でもこれなんか言われ続けるとなんか行きたくなる呪いかも。そうなの行きたくなる呪いって何？勝手に今作ったよ呪いを足していくな。トイレに行きたいかもしれないけど、そうなのって。そうね、思い込んでしまったらだんだん行きたくなるっていうのはよくあることやから。それはあるかもしれんな。そう急に来るから。でも我慢は良くないから、もう映画見たいかもしれんけどそれはトイレに行った方がいいかなと僕は思います。シンプルに。なので行きたい時はトイレに行きましょう。いや行く？大丈夫。大丈夫。ちょっと待って、行きたくなるからじゃあ次行くね。次の投稿お願いします。ラジオネームさくらさん。超絶お腹が空いていて、いざ食べようとすると滑って箸やフォークスプーンを一度床に落とす呪い。食いしん坊には辛い。嫌やね。めちゃくちゃお腹空いててよっしゃ食べるぞやっと食べれるってなった時に、箸とかフォークとか食べるものよね、食べる道具を一回床に落としてしまうと。これは地味にね嫌な呪い。地味に嫌やね。食いしん坊どころかだって落としてしまうんでしょ。そうだよ。もう床に落としてしまったらやっぱちょっと洗わなあかんかなっていう気持ちにもなるし、でもこれさ一度絶対落とすって分かってたらさ、ストック置いとけばいいんじゃない？
ああ、なるほど。そうこれ落とすから。そう絶対落とすから。そうなるほどなるほど。対策はできる。そうこのコーナーはその、なんだろう、地味に嫌な呪いに対して対策法を考えてあげるっていうのもいいかもしれないと思った。ああ、なるほど。この呪いに対してですか？そう呪いに対して僕たちが攻めていく、なるほど、解決していこうっていう。なるほど。ちょっと面白いからその体で次のやってみる？次のやつちょっといいですか？やってみよう。これじゃあ対策を考えてあげてください。はい。海外の方からいただきました。はい。限定グッズのために並んでいてお目当てのキャラクターグッズが売り切れてしまう呪い。嫌ですね。辛いな。嫌だな。これはね、これは辛いな。辛いよ。限定だからな。いや、どうする？この場合、お目当てのグッズが売り切れてしまうんですよ。そのグッズのために並んでんのに。これは、だから限定グッズってもう分かってるんだったら、そのあらゆる方面から、予約をしておく、ネット予約とか、友達とか家族に頼んでとか、一つじゃなくていくつかの場所を予約しておけば、なるほど、大丈夫かなと思うんだけど。どうでしょう。これ限定グッズのために並んでいてって書いてありますけど、そのグッズを買おうとしたらそのグッズが売り切れてしまうっていうことじゃないですか？ってことはこれどんな手を使っても買えないのか？いや、あるな。ある？自分がそのグッズを買おうとしたら売り切れてしまうんでしょ？あ、そうか。じゃあもう誰かに買っといてお願いって言ったら、もしかしたらその人は買えるかもしれない。そうだね。それを譲り受けるっていう方法があるかもしれない。なるほど。あとはお目当てなんだけど、お目当てじゃないよっていうその時だけ暗示をかけて並ぶ。それは無理やな。それ無理かな。だってそれはだってさもう自分の中の問題であって、呪いとのごまかし合いの勝負はさ、それ表面的に出てへんから。ダメ？お前ほんまにこのグッズ欲しいんかって呪いが話しかけてくるわけではないし。そうか、呪いと対話できない。呪いと対話はできたらすごいな。そうか。それはちょっと面白いかもしれんけど、コバさん、やっぱこれあかんわ。解決法を考え出したらどんどん長くなっていってしまうわ。やめよう。やめようね。やめようね。最後行こう。じゃあ時間が来た。加田さん。何？大好き。OK。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからかかると地味に嫌な呪いを大募集します。時間を見ろ尺を見ろバカ野郎。はい、各種 SNS からハッシュタグオタク FM カーズミンをつけて投稿してください。カーズミンの綴りはアルファベットで CURSEME です。以上カーズミンでした。レッスンミー。こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。じゃあコバさん、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。マモン、レビアタン、アスモデウスでチューズミーです。Don't you see it そのノリ駆け巡る際 No way から始まる展開文字通り最悪のモーションつまらねえその読み解き全てお見通し俺望み通り欲しいのラブオーマネー頂上の光さす方へ決めたんならその手伸ばせ恐れずに迷わず前へ心の中問いかけろ欲しいのはお前だけ負けられない思い胸に一つのコラス持ってくんよ待っててきっと待ってて僕だけ信じて Baby you know I love you Baby you know I need you その声を上げてお前ら届けありふれた言葉はらない I'm gonna lose your love Beginning of the game僕と手をつなごう俺だけを見てればいい君は僕に振り向く何度でもさてっぺんまで這い上がれ君を巡り巡る愛のルーレ To love game To love game You know 迫る意味
はい、コバさん。はい。チューズミーですよ。来ましたよ。来ましたね。ついに。はい、こちらはね、オベイミー初となるユニットソング。はい。コバさん、チューズミーはどうでしたか、歌ってみて。いやこの曲も非常にやっぱ思い入れがあるというか、やっぱオベイミー初のユニットソング。そうね。だからすごくやっぱ力入りましたよね。そうね。しかもなんかユニットソングを出すってなって、もう一発目やったじゃないですか。そう。チューズミーが。また我々がね。ね。緊張しませんでした？緊張したよ。マイチャンスの時、ああいうレディーもそうやと思うんですけど、一人じゃないですか。それはもともと緊張あるし初めてっていうのもあるんやけど、今度はみんなで歌うと、そうもう一人の責任じゃなくなっちゃうんじゃないかっていう。そう、なんかやっぱね、ご迷惑をおかけするんじゃないかなとかね、やっぱいろんな思いがあった。そうね。しかも、もうコバさんももちろんそうやし、でアスモデウスじゃないですか。そう、三浦さん、三浦のアイムじゃないですか。三浦さんのアイム、三浦さんのアイム、三浦さんのアイムって誰？アイムは三浦さん、あ、そっか。そう、三浦アイムさんやったらわかるけど、アイムはでも三浦さんのものでしょ。そうですね。まあまあそうや。アイムは三浦さんのものって何？三浦アイム、三浦アイムさん、三浦アイムさんね。はい。で三浦さんはもともと歌手として活動もされてて、一緒に歌ってくれると。はい。なんやろ。もうこんな風なことを絶対アイムさんは思ってないっていうのは 100% 今やったら分かんねんけど、なんやろ、足を引っ張ったらあかんとか、ね、迷惑をかけたらあかんとか、僕がこの2人とって思われたら怖いなって思いながらやってたんですけど、でもそんなこともなくて、僕はもう2人に引っ張ってもらったなって思ってます。いやで僕も心強いなってやっぱね、インタビューで収録後のインタビューでも言いましたけど、やっぱり2人に囲まれて僕は心強かったですよ。ですよ。ですよ。数あるキャラクターソングの中で、チューズミーは僕トップ3に入る。本当に？再生数でいうとトップ3に入るぐらい聴いてる。どのくらい？どのくらい？再生してるの？100は超えてる。100回を超えてる。何やねん。自分は出さんのかい情報。一つだけ突っ込んでいいかな。あんま多ないやろ。僕？いや僕も100回ぐらい聞いてる。乗っかってきたよ。乗っかってきたよ。だからオンって思って。あ、オンじゃあ同じぐらいやな。そう、同じぐらいやなのオン。そうかい。だからいや同じぐらいなんだなと思って。だからよく嬉しかった。チューズミーへの愛がね。そうそう嬉しかったと思ったよ。いやもうレビがね、マイチャンスの頃、チューズミーの頃、いつもパーティーの頃、ちょっとずつね、歌詞の中でもレビの心情というかそういったものも変化してる気が僕はしてるんですよ。僕はね、なんかね、歌詞の感じとかもちょっとずつ変わっていったりとかして、でそういったところの違いというか変化っていうのを楽しんでほしいなって僕は思います。そうですね。はい。やっぱりその辺もね、やっぱり見どころだと思いますので。見どころ、聞きどころですね。聞きどころですね。何を見るんかな。PV とか。PV なんてねえだろうが。見たことないわ。PV なかった？脳内 PV とか。そう、脳内、そう、やっぱりインスピレーションをやっぱ皆さんの中でそれぞれ思い描いていただいて、オベイミーのキャラクターたちのね、そうね、思いを馳せていただければより楽しめるんじゃないかなと思いました。コバさんが言う一言によって、俺結構真面目にさ、この曲についてとか喋ってんねんけど、言う一言によって全部持っていかれるのなんか悔しくなってくるんだよ。持っていきやがってっていう感じじゃないですか。そんなつもりはないよ。僕はいつも二人三脚でやってるんよ。何二人三脚って？二人三脚。二人三脚。やっぱあれやな。オープニングでエンジン切れてんな。そんなことないよ。パッション、テンション、エネルギッシュ。はい、それでいきましょうね。切れてないよ。はい、ありがとうございます。以上、リスンミーでした。よー、俺様マモン様だぜ。俺たち兄弟が歌ったオベイミーキャラクターソングプロジェクト第1弾の CD が Amazon 特設サイトで買えるってさ。キャラソンの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、俺様自らがお前のためにデビルシープを数えてやった CD 限定の音声特典も収録してるんだぜ。まずは特設サイトでダイジェスト動画をチェックしてこいや。あと俺様の分もカートに入れとけよな。帰ってきた即興嘆きの館劇場。はい、
こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから投稿していただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい、はい、コバさん、はい、前回の打撃の館劇場はどうでしたか？非常に涼しい思いをさせていただきました。ごめん、なんて言った？涼しい。その前。その前、非常にって言わなかった。非常にね、ごめん。非常に涼しい思いをしました。涼しい思いをした。涼しい思いっていうのはどういう思いでしょう？やっぱりギャーの向こう側ということで、ちょっとホラー要素のテイストが入ってたじゃないですか。入ってました。で最終的にこれは一体何だったのっていう疑問符で終わるじゃないですか。だからあれはね、聞いててね、寝れない時とかはあれをね聞いてもらってね、そう聞いたら寝れるようになれると思う。あれ、やっぱエネルギー切れてる？そんなことはない。そんなことはない。口元がすごい緩くなってきる気がするんだけど大丈夫かな？違う。なんかそんなことはない。エネルギーがいやなんかね、いや言っててなんかこれで合ってんのかなと思いながら喋ってたから、ちょっと尻つぼみになっちゃった。自信を持て。自信を持って。感想だからいいのか。感想だからいいんだ。前回のやつを聞いて寝れるかどうかって言われたら多分寝れへんとは思うんだけど。そう、寝られへん。やっぱり寝れるって言ったやんか。あ、そうか。今さっきなんで自分の言ったこと10秒前のことをもうすでに忘れてんねん、あなたは。あ、そっか。どないなってんねん。鶏みたいな感じ。鶏、じゃあ鳥頭っていうのは鶏限定ちゃうと思うんだけど、あ、そうなんや。その3歩歩いたら物忘れてしまうっていうあれでしょ。そうそう。コバさん、はい、もう行こっか。行こっか。コバさんのなんやろ今ちょっとコバさん、俺の中でよ、コバさんはエネルギッシュにやれて、エネルギッシュ、そう、パッション、そしてテンション、そしてエネルギッシュ、はい、それにやれてるとは思うんやけども、俺の中でちょっとねガス欠かなっていう感じがしてるから、その今の勢いのままガッと、ガッといく。ここで切らしてしまったらあかんと思うから、オッケー。残ってる間にそうだね、メインはね、メインディッシュはこれからですから。よし、任せて。じゃあ行きますか。行こう。それでは早速始めていきましょう。よし。今回のタイトルはこちら、マモン金返せ。逃げるなマモン、金返せ。だから今度返すって言ってんだろ。こないだもそう言ってたぞ。今日こそは返してもらうからな。ないもんは返せねえんだって。あるから言ってんだろ。さっき財布に入ってるの見たぞ。わかんねえやつだな。これはお前に借りたあの時の金じゃないんだって。その理屈だと僕が貸した金一生返ってこないだろ。いいから返せ。しつけえな。あいつの部屋に逃げてかくまってもらうつもりだな。おいマモン、卑怯だぞ。あれ、レビー、ちょっと休戦だ。なんでこいつこんなに落ち込んでるの？わかんねえ。電気もつけねえから真っ暗だし、俺が勢いよく入ってきてチラッと見ただけで毛布にくるまって動かない。大丈夫？なんかあった？とりあえず電気つけるぞ。おい、返事くらいしろよ。好きな役者が結婚した？そんなことかよ。おいマモン。悪い。でもよ、そんなことでここまで落ち込むか？カジノで1億くらいすったみたいな顔してんぞ。これだから借金まみれのクズ男は嫌だね。推しが結婚するのそんなこととか何にも分かってないんだな。いや、だってだな、別に知り合いでもないわけだし、こっちが一方的に。はい、もう黙って。マモンのレベルは大体分かったから。何がだよ。知り合いじゃないとか付き合えないとか、僕たちはもうそんな低次元の話最初の最初に終えてるんだよ。年月を経て自分との関係や妄想で世界を構築してるんだから、そんな排水溝のゴミみたいな低レベルな話やめろよ。排水溝のゴミ言い過ぎだろ。今
こいつとその役者の積み上げられた世界が終わろうとしてるんだから、これくらい落ち込むだろ普通。むしろ気丈に振る舞ってる方だよ。僕なら白目向いて天井に穴開くぐらい泡吹いてるはず。世界？泡？天井？やっぱよくわかんねえけど、まあつまり失恋したってことか。それ以上だ、どん底。おー、じゃあ落ち込んだ時どうやって立ち直るか俺様がアドバイスしてやる。俺様の場合はどうぞって大金積まれたら一瞬だけど、どうせお前らは金じゃないとか言うだろうから、いろんなやつの立ち直り方教えてやるよ。そうだな、例えばベールって落ち込むのか？食べ放題の店が潰れてしょっちゅう落ち込んでるぞ。原因はあいつなんだけど。そっか。どうやって立ち直ってるの？まさかさらに食べるとか言うなよ。いや、そのまさかだ。食べまくって立ち直ってる。いや、聞くまでもないわ、ポンコツな情報屋だな。そうか。じゃあベルフェ。まさか寝るとか言わないでよ。やっぱアスモにしようかな。アスモのはすげえぞ。6枚の鏡を自分の周りに置いて大量の自分を眺めて僕最高って言うんだ。秒で立ち直ってた。あいつ恐ろしい。面白いけど参考にはならない。じゃあサタンはどうだ？サタンは読書と思いきやルシファーの顔がプリントされたチョコをこの野郎って言いながらドカ食いするんだ。ルシファーのプリントなかったらチョコのドカ食いって人間界の OL の立ち直り方じゃんか。意外だな。ルシファーは？ルシファーはわかんねえけど、多分俺を説教じゃねえか。だから俺はいつも叱られてやってあいつを慰めてやってるんだ。いや、そうは思えないけど。僕はなんだろう。おっと、それはちょっと言えないよなレビー。何がだよ。言える。そうか？じゃあ言えよ。それはなんていうか。言えないだろ。そりゃそうだろ。俺がレビーなら口が裂けても言えねえな。花ルリタンのコスプレして24時間一人で懐かしのアニメソング縛りカラオケしてるなんてな。マーモン、お前言うなって。てかなんで知ってんの？そうな。レビー見ろよ、こいつ。笑った。結果オーライだろ。レビもこいつを少し元気にできたわけだし、カラッカラに声からした甲斐があってな。だから言うなって。てかマーモン、割とみんなのこと見てるんだな。ちょっと意外だったよ。意外？いやいや、俺様は誰よりも兄弟のこと見てるぜ。そうなんだ。そんなに興味ないかと思ってた。そんなわけねえだろ。金借りるにはタイミングってのが重要なんだよ。だから金を貸してくれる可能性のあるやつ、つまり兄弟の動向は常にチェックしてるわけだ。プロの金借りを舐めてもらったら困るぜ。そういえば僕たちそのお金の話をしてたよね。やべえ。じゃあな、元気出せよ。お酒。逃げやがった。じゃあ完全に元気になったらまた徹夜でゲームに付き合わせてあげるよ。またね。マモー、逃げるな、金返せ。はい、
お届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや今回もですね、マモンちゃんがまたレビアタンに迷惑をかけてごめんなさいっていう回でしたコバさんがマモンの代わりに。そうなんですよ、もうね懲りないんですよ、すいません本当に。そうね、はい、まあ今回もね、マモンとレビアタンの絡みといえばこういうちょっとトラブルそうですね、トラブルというか、ね、そんな感じになってくるわけなんですけども、ちょっと感想言っていいかな。いいよ。普段のコバさんよりも、今回の嘆きの館劇場の時、やっぱちょっと疲れてた。疲れてたかなって。そう？なんやろ、いつものコバさんやったら即興劇とかそんなんする時でも、なんやろ、もっと間をグイグイ詰めてきたりとか、ガッガッってくる時でも、今日ちょっとなんかあれなんか穏やかな感じやなって思いながら演じてたんやけど。でもね、それも僕もね、加田くんがすごいこうゆっくりとね、優しい感じで読んでたから、僕もやっぱキャッチボールかなと思って、演技って丁寧にはやっぱり丁寧でっていうことでやってたんだけど、違った？いや演技はキャッチボールっていうのももちろんそうやし、そうね、なんかめっちゃ丁寧やなと思って、点とかその行変わるところとかもなんかすごい丁寧にやってたから、コバさん丁寧やな、今回丁寧やな、どうした疲れてんのかな。そんなことない。そんなことないよ。そんなことないよ。丁寧には丁寧に返そうという僕の恩返しです。丁寧には丁寧で返す。俺そんな丁寧にやってるつもりもなかったんやけど、まあ。でもこれなんだろう、呪い？これ加田さんの。俺の呪いや。ふざけんな、俺のせいにするな。俺のせいにすんなよ。疲れてんのって言われたら、だんだん僕疲れてんのかな。なるほど、俺が疲れてんのとかエネルギー切れてかけてないっていうことによって、コバさんが本当にそうじゃないのかなっていう気持ちになってしまってきていると。もしかしたら疲れてるのかもしれないと思ってきちゃってるかもしれない。じゃあそれは俺がちょっと言ってるから、コバさんがそう思ってるんかもしれん。そうか。ちょっとね、気持ちっていうかメンタルのところでね、言われたらそうかもしれへんってなっちゃうところがあるかもしれんから、コバさん。じゃあそれは俺が悪かった。いやこのオタク FM に来た時のコバさんのテーマは何やったっけ？パッションとエネルギッシュとテンション。オッケー。じゃあその3つでいこう。これ魔法の呪文にしよう。魔法の呪文、パッション、テンション、エネルギッシュ。なんかそれを聞くだけで元気になる。じゃあその元気を振り絞ってね、今後もやっていきましょう。任して。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集します。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラット新聞部ラジオ出張版。はい、こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。はい、コバさん。僕は何も持ってません。ここはもうコバさんのパッションとテンションとエネルギッシュでね、紹介していってください。お任せください。最新情報よろしくお願いします。じゃあ行くよ。オッケー。明日から始まるイベントです。はい、オッケー。明日から始まるイベントなんだね。はい、そうなんです。はい、これはどんなイベントなんでしょうね。はい、じゃあ内容いきますよ。9月にオンエアされたアニメ第5話「救い出せ囚われのアスモ姫」に登場したアスモ姫が UR プラスのアニメスキルカードとして登場します。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。これね、レビューも出てます。そうですよ。はい。そしてWe Love Beauty 大大大好きのプリンセスアスモダンが作ったのかもしれない世界で王子様のシメオンと幸せに暮らすアスモ姫の表情をぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。もう一回僕らのWe Love からのやつあるじゃないですか。読んでもらっていいですか。 We Love Beauty 大大大好きプリンセスアスモダンね。アスモダン。さっき We Love Beauty 大大大好きのプリンセスアスモダンって言う大好きのってない勝手に足すな読みやすいように足しやがって脳ないねん。大好きな大好きプリンセスアスモダン。大好きプリンセスね。はいです。そう、まあ救ったのかもしれない。そうなんですよ。救ったかもしれない世界で
そう表情がね。王子様のシメオンですか？そう実は手元にですね、実は資料が来ておりまして、ビジュアルが来ております。こんな感じになっております。可愛い、そしてかっこいい。じゃじゃーん。めちゃくちゃ可愛いし、シメオンめっちゃかっこいい。シメオンね。すごい。王子様シメオンだったんだね。そうね。ね。勇者レビアタンやったんですけどね。勇者はレビアタンやけど王子はシメオンやったよね。今回ね、そうレビアタンねどうなのかなっていう。いやただアニメの最後で、仕方ないね、倒そうっていうセリフがあるんですよ。でその後、アスモ姫とシメオン王子が幸せに暮らすってことは返り討ちにあったっていう可能性はありますよね。勇者一行がアスモ姫たちにでこの二人になっちゃったっていう可能性はなきにしもあらずですよね。まあでもカッコのかもしれない、カッコが入ってるから、まあどうなったかわからない世界っていうことですけども、でも可愛いアスモ姫が実装されるということですね。そうなんですよ。そしてこれ SSR も実はあって、先ほど UR プラスの話だったんですけども、サタンも実はサタンビジュアルが来ておりまして、こんな感じになっております。戦士っぽいね。そうなんですよ。馬ではないんですね。いや分からへんで。そうですね。開花したらもしかしたらって言ってました。お得意の舌打ちが飛んでくるかもしれない。そうですね。っていうかもしれない。もしかしたらあいつが。いやそうですね。現れるかもしれない。面白いね。すべてぜひねゲットしていただければなと思いますね。ありがとうございます。そしてその後に始まる抜き打ちテストイベント。こちらはタイトルが「思い届ける愛のジュエル」。思い届ける愛のジュエル、といったタイトルなんですけれども、こちらの方にはマモンの UR カードが登場するので、そちらもお楽しみにということで。コバさん的にはそちらの方が楽しみかもしれないね。やっぱそうですね。演じさせていただいている身としてはどんなカードなのかなって気にはなります。気になりますね。いやいやぜひゲットしていただきたいですね。ちょっとレビーも気になりますね。カードね。レビーどこに出てくるのかなっていう。おっとそこに資料に書いてないんでしょ。ないです。じゃあ出てこねえんだよ。マジか。じゃあ出てこねえんだよきっと。どこなのかな。あえて触れへんかったのに。あえて触れていくスタイルやめろ。じゃあ踏み抜いていきやがってほんまに。まあいずれも詳細につきましては公式ツイッターなどでご確認ください。以上ラット新聞部ラジオ出張版でした。さあお送りしてきましたオタク FM ですが、そろそろお別れのお時間です。コバさん今回はいかがでしたか？やっぱりね、今回もやっぱあっという間だったなというのが一番の感想です。そうね。いやまあ一つ謝らなあかんとしたら、いきなり店名を授けてごめんなさいってことかな。いやでもそれは前回店名が下ったら僕はぜひやりますということで言ったので。それを本当に店名として約束守ってくれたんで、僕は非常に嬉しかったです。嬉しかったですか？まあでもね新鮮で僕も楽しかったですよ。ただもう横でコバさんがもう肩に力入ってるのがすごく分かったから、なんやろこれ助けてあげないといけないのかどうなんだっていう気持ちにはなったかな。でもやってみて片さんの大変さも分かったし、背負ってるものもなんか感じたんで、背負ってるものはみんな平等のはずやで。そっか。兄弟みんなオタク FM でねメインで喋ってるじゃないですか。オタク FM においてね。だからそれをちょっと少しでもやっぱ感じれたし、ちょっとこうね加田さんのやってることをねお手伝いできたから、ありがとうございます。非常にやりがいがあったので、次回の店名もお待ちしております。諦めていない。それに対して準備ができるもんね。そうです。今度からはね。じゃあ今度来た時にはそうです。また新たな店名が授かるかもしれないですね。店名という名のね稲妻を僕に落としてください。誰に言うてる？俺に言うてんの？俺だけの一存で決まってることちゃうから、俺そんなピュアな目で俺見られても困んねやんか。まあそうですか。今回も楽しかったということでね。次回のオタク FM にはアスモデウス役の三浦歩夢さんが遊びに来てくれますと。三浦さんだ。歩夢さんが来てくれますよ。またどんな話になるんでしょうかね。そうですね。どんな話になるんだろう。歩夢さんはそうね、すごい穏やかな気持ちで僕はお送りしてるかなって感じかな。そうなんだね。個人的には穏やかな。三浦さん確かに普段もすごく穏やかだし、
こう一言喋ったことに対して一言返してくれるっていう感じなので、そう本当一問一答みたいな感じでいつも話進んでる感じが僕好きです。本当にいつも一問一答。そう僕が何々ご飯何食べましたって言ったら何食べました、子供記者がインタビューするみたいなちゃうねんからさご飯は何を食べましたか、何々食べましたね、ありがとうございます、次の質問ですみたいな感じってこと？そうそんな感じ。子供記者が普通に会話せえ、対等やねん。今日朝早かったですか、あ早かったですとか。いやほんとそんな感じ。会話せえ普通に穏やかやけど、なんかその空間は穏やかやけども、なんか心配になるわこっちからしたら。あそう、ファンすぎてコバさんが。そうでも僕はでもその一言が聞けるだけでも幸せなの。ふわーってなる。ファンか対等やねん普通に喋れ。ちなみに次回のアニメ第9話は第1次兄弟心理大戦争っていうお話になってます。心理大戦争。はいそうです。どういうこと？このお話は兄弟たちが繰り広げる心理戦が見どころの回となっておりますということです。心理戦ですって。心理戦、また新しいアプローチが。いやどんな話になるんでしょうね。どんな話がねするんでしょうね。いや楽しみですね。心理戦か。ちょっとどういう話になるか想像つかないですね。そうですね。何かをかけて心理戦するんですかね。何かをかけて。わかんないけど。わからんのかいなんか出てくるやろ。何かをかけてって言うんやったら。心理戦だからゲームしてるとかね。ゲームしてる。ババ抜きしてるとか。そんな感じかな。なんかねゲームしてて、そうなんかね。まあわからん。何かをかけてってコバさんが言ってくれたから、それを思うとなんやろ。例えばMC ちゃんとの1日デート券とかね、そんなんがかかってるとか、今回の時系列的にはないかもしれないけども、そういうものがかかってたりとか商品があったりするかもしれないよね。そうね。っていうところはあるかもしれないけど、まさかババ抜きって言われると思わなかったから、ババ抜き心理戦のアニメってなかなか面白いかもしれない。ババを引いちゃダメだと。動きないぞ。そうやっぱ動きないぞ。そう心理戦だからやっぱり心の声かなっていうのが多いかなと思ったよね。今ババを持ってるのは誰だ。俺はババを2枚持っちゃっている。いやじゃあそろったら出しや。そうババ抜きやろ。どうしよう。ババ抜きでババ2枚持ってたらババ抜きちゃうし、それジジ抜きやし、2枚あんねやったら真ん中に出して、もうそれ揃ってるからババ抜きとしてゲームとしておかしいねやんか。あそうだね。コバさん俺はババを2枚持ってるぞ。いやアホや。そう俺は試されているのか。いや試されてないね。お前がアホやねんってなるだけやから。そう多分それはその最初にカード切るときに入れちゃったっていう。ババを2枚。そうこれはジジ抜きなのか。そうそれで終わる。あいつはババ抜きと言っていた。そうやっぱおべえみのアニメといえば最後に一言じゃないですか。最後に一言俺はババを2枚持っている。そうこれはジジ抜きか。いや落ちるかそんなもんてってって終われるかボケ。終われるわけないやろ。終わらへんのかな。この会話も終わらへんわもう。終わらしが6分間喋ってんねんエンディングの尺を考えろ。そうもうねコバさんとのやつが一番長いんや。長い。はい。やっぱ思いが強いんですよ。思いが強い。何への思いが強い。おべえみに対する。そうね。そう。はい。まあずっと喋ったら終わらへんから、ここら辺で終わりますか。はい、わかりました。まあ今回のコバさんとのオタク FM も何がテーマで送ってきましたっけ？パッション、テンション、エネルギッシュ。はい、この3つをテーマにお送りしてきました。はい、次回も楽しみにしてください。はい、ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とマモン役の小林弘隆でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。